懐かしい金消しに色付け動画シリーズ。今回は2008年発売の金消し復刻版夢の超人タッグ編ブラックホールをペイントします。初代アニメカラーを参考にいつものように水性アクリル塗料で色付けをしました。金消し復刻版夢の超人タッグ編、当時のカプセルに同梱されていたブックレットです。この段は復刻版の第1弾、当時ものレギュラーサイズから厳選されたタッグ編決勝トーナメント出場の超人がそれぞれタッグチームで2体カプセルに入っているという設定のラインナップでした。復刻版は金型の関係で若干サイズが小さめ、ブラックホールはペンタゴンとの4次元殺法コンビでラインナップでした。レギュラーサイズの当時もの金消しではパート2で展開されたブラックホールの塗装前の状態です。マントはなし、シンプルなデザインで適度なディフォルメ感でしっかりと自立します。塗装後のレビューを先に、今回は初代アニメのカラーリングイメージ、メインボディの黒、赤がコスチュームカラー、黄色でアクセントが入った非常にシンプルな彩色でした。下処理からペイントの様子は記録していますので、ここから詳しくご覧ください。金消しデカ消しの塗装はおよそこんな流れで下処理をしていきます。煮沸してゴム素材を柔らかくして形を整え、余計な油分や表面のホコリを取るベンジン漬け込みを一晩から2日して、過素材、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く、乾燥させ、ミスタースーパークリア艶消しを全体に吹き、塗装の下地を作りました。そして塗装です。ペイントの様子は使用したカラーごとに見ていきます。ベースとして全身にまずファレホのゲームカラーデッドホワイトを塗りました。下地の完全乾燥の後、なんといってもメインボディカラーの黒から塗装を開始です。ゲームカラーのブラックを使用しました。適度な粘性の扱いやすい黒、塗って別の箇所の作業のうちに乾いてくるので、結果的に2度ほどの重ね塗りでしっかり色をのせました。筆で塗りに行くとムラになってしまいがちなので、先端で叩いて色をのせるイメージで作業をしました。塗料は水性アクリルのパレホを基本にシタデルカラーを要所で使いながらオール筆塗りで色付けをしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆、面積の広い箇所はブラシを使って時短させ効率よく塗装をしました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。今回の色塗りに使用した塗料はこちら。ゲームカラーはファンタジックな特別色で鮮やかな色がメイン。ここで黄色です。ベルトのバックル部分と頭部の装飾にゲームカラーのゴールドイエローを使用。隠蔽力には課題のある黄色ではオレンジに寄せた色味の優秀なカラー。そして色分け最後は胸の BH のマーク、肩、グローブ、パンツ、ブーツ、そしてフェイスに使った赤です。鮮やかな赤カラー、ゲームカラーのブラッディレッドです。塗装面積は大きいです。色ムラが出ないようにシタデルカラーのテクニカル、ラーミアンメディウムという溶剤塗料を使って水で薄めながら色をのせていきました。かかった時間は約30分の塗装でした。ブラックホールは超人強度は200万パワー、7人の悪魔超人の1人で4次元空間につながり、あらゆるものを吸い込みます。また時空の距離を縮め、瞬間移動も可能。影に同化したり、分身を使って戦ったりと空間を自在に操ることができます。塗装後はソフト99コーポレーションのボデーペンクリアを全体に吹き付け乾燥させて完成です。台座をつけて塗装後です。フロントビューからリアビューまで。ということで今回は筋肉マン金消し塗装復刻版の夢の超人タッグ編シリーズからブラックホールを初代アニメカラーを参考に水性アクリル塗料にてペイントをしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。